ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍がなぜウクライナで残虐な行為ができるのか、その背景として宗教について少し解説をしていこうと思います。これまで私の動画においては主に国際政治や軍事上の戦況解説などから現在のロシア軍によるウクライナ侵攻についての解説を行ってきました。その時時々この宗教の話についても触れることはあったのですが、一本の動画としてはしっかりと抑えてきませんでした。しかしロシア軍がなぜこれほどまでに残虐な行為をできてしまうのか、それが軍全体で発生してしまうのかについての解説としてはしっかり宗教のことについて話しておくべき必要があると思いました。というわけで今回はロシア軍によるウクライナ侵攻、その陰に宗教の影響は実は大きいのではないかなといったことを解説していきます。それでは関連情報を見ていきましょう。ロシアの宗教について語るときにその基礎知識としてキリスト教全体の基礎知識についてまずは最初に述べておきます。キリスト教には主な宗派として3つの塊があると思ってください。1つがカトリック。これはローマ教皇がトップにいることで知られる集団です。そして2つ目がプロテスタント。そして3つ目が正教会です。カトリックがどちらかというとピラミッド型の組織構造を持ち、そしてプロテスタントがどちらかというと横並びでそのようなトップを決めないような存在だと思ってください。一方で正教会というのはそれぞれ各地において自分たちの教区を定めてそこに総主教がいると考えてください。そしてロシア正教会はこの正教会というグループの中においては非常に多くの信徒を持っています。そうしたたくさんの信者を抱えているといったことからロシア正教会は自分たちは非常に格が高いと考えています。ただしそれは自分が思う格であって実際のところ権威としてはトルコの正教会が一番の権威だと考えられています。そのように信者が多いから非常にプライドが高いロシア正教会ですが、彼らの考える格付けにおいてはウクライナ正教会は自分たちに属しているという形式上の順位付けがあります。これは実際にロシア正教会の中における順位付けとして300年程度続いてきたそうです。ところが2018年にウクライナ正教会がロシア正教会から独立する形になりました。これによりウクライナ領内においては親ロシア派の正教会と反ロシア派の正教会に分裂することとなります。この背景にあるのは何といってもクリミア半島をロシア側が自分たちの領土だと主張し、ウクライナ国内における反ロシア感情といったものがどんどんと高まっていったことがあります。そのことがなぜ宗教界へと影響しているかといえば、ロシア正教会はこうしたロシア側の主張に常に賛同し、これを推進する立場にあったからです。そのためウクライナ国内の正教会信徒たちはロシア正教会への反感をどんどんと募らせていったのです。そのためウクライナ国内の親ロシア派の正教会はだんだんとその信者が減少していくこととなります。ではなぜそのようにクリミア半島をロシアが取るときにロシア正教会がプーチン大統領を支持したかといえば、それはロシア正教会の総主教がそもそもプーチン大統領が宗教界に送り込んだ手下ではないのかといった話があります。現在のロシア正教会のキリル総主教は2009年に就任しました。キリル総主教は常に政治権力とべったりと癒着し、彼はプーチン大統領の用意した宮殿に住み贅沢三昧の日々を過ごしているということが批判の対象となっています。また彼自身のその身分から言ってももともとは KGB の工作員であり、プーチン大統領の息がそもそもかかっていたのではないかといったことも言われています。そのため宗教家というよりは政治家が宗教界に送り込まれているのではないか、そういった見方があるのです。そのようにロシア正教会のトップはプーチン大統領と結託することにより様々な問題を引き起こしています。まず第一に一番の問題なのが宗教家ではなく政治家としての活動というものが見られることにあります。その第一がプーチン大統領とのあまりにも意見が同調していることです。例えばプーチン大統領がクリミア半島を奪ったことや現在のウクライナ侵攻といったものを正当化している発言についてこれらを全て賛同しています。その中においてもロシア、ベラルーシ、ウクライナは一つの国であり、この一体化を阻む思想が外国勢力によってウクライナに流入し、人々の魂を汚しているというような主張を行っています。このような西側諸国の悪影響によってロシアには常に脅威がもたらされ、この脅威を排除しなければならないとロシア側の視点に立ってプーチン大統領の武力侵攻を支持しているのです。そして先ほども述べたような
彼の個人的なおそらくは権力欲と物欲については歯止めがなく、これに対してプーチン大統領が政治権力を用いて彼に多くの富や宗教上における彼の地位を保全しているのと思われます。この1と2が合わさったことによって3つ目の問題として民族浄化の呼びかけが行われました。キリル総主教の訴えている内容がどこが問題なのか。まず第一に大ロシアという妄想についてです。ロシア、ベラルーシ、ウクライナは一つの国であると述べています。これは民族上において一つの塊であるという考え方なわけですが、あくまでもその中心地はモスクワであり、他の2つの国、ベラルーシとウクライナについては、本来は独立国ではないという考えを主張しています。しかし、ベラルーシについては、ロシアに対して従順であることから、独立であることには責任を一切問わない。一方においてウクライナにおいては、自分たちはウクライナ人であり、ウクライナという一つの独立国であるという悪い思想がはびこっている。だからこのようなウクライナは国としては存続すべきではないという主張を行っています。その他、宗教上っぽいなと思わせる主張として、堕落した自由主義が西側からもたらされている。また、同じような話として同性愛者の権利を認めるようなことは許さない。そして宗教上というよりも、やはり政治的な主張に見えるのが、西側諸国がロシアに軍事的脅威を与えているのだから、これに対抗する動きとして我々が武力を使うことには何ら問題のないという主張も行っています。そして最後に出てくるのが、離反したウクライナ正教会とそれを支持する各国の正教会は滅ぶべしと批判を強めています。では、一方の世界各国の正教会の反応についても見ていきましょう。一番最初に正教会の説明としてざっくりと言いましたが、それぞれの国や教区によってそれぞれの総主教が存在するという話をしました。他の国の正教会はそれぞれがそれぞれ意見を持ってロシア正教会と対立しています。例えばギリシャ正教会は侵略を支持するようなロシア正教会の示した考えは非正教的である。そしてロシア正教会自身が他の正教会への侵略や紛争を引き起こしているとして、これらはキリスト教徒的ではないとして非難と拒絶を行っています。また、第一の権威であるコンスタンティノープル正教会は独立を認めたウクライナ正教会を引き続き支持し、ロシア正教会との対立を深めています。ここまでの話というのはどちらかというと概念的な話が非常に多かったわけですが、一方においてロシア兵に対して直接的な思想的な影響を与えている行動といったものも報道されています。こちらはロシア兵に配布されているロシア正教会の配布物です。ここで一体何が書かれているか、そこにロシア正教会の非常に恐ろしい一面が現れています。あなたはロシアの戦士です。あなたの任務はウクライナの民族主義者から祖国を守ることである。あなたの任務はウクライナ民族を地球上から一掃することである。あなたの敵は人間の魂に罪深い損害を与えるイデオロギーである。この配布物に出てきたウクライナの民族主義者というのは、プーチン大統領やもしくはキリル総主教の言うナチズムに染まったウクライナ人のことを指します。ロシアの支配を拒否する人たち全員に対してこのレッテル貼りは行われています。ウクライナの人たちが独立国としてのウクライナを守ることを間違った考えだとして否定しているわけです。ウクライナという国が独立国なのはそもそもがソ連時代の誤りであって、独立国として認めてしまったこの誤りについて正さなければならない。ウクライナという国家は滅ぼさなければならないという考えというのをプーチン大統領やそしてロシア正教会のキリル総主教は述べているわけです。そのような結果として現れたのがロシア兵に対する配布物であり、この配布物にはそれらの思想というものがギュギュッと詰まっているというわけです。他の正教会の動きについて少し述べましたが、キリスト教全体でいうとカトリックの動きについても少しご紹介しておきましょう。ローマ教皇プーチン氏を批判、避難民、緊急事態が拡大と訴え、ローマ教皇フランシスコは地中海の島国マルタを訪問した。首都バレッタでベルナ大統領らを前に演説し、ロシアのプーチン大統領について名指しを避けながらも、時代錯誤の権力者が戦争を引き起こしていると批判。ウクライナからの避難民について緊急事態が拡大していると危機感を示した。教皇は東欧から戦争の暗闇が広がっていると指摘。他国への侵攻や核による脅迫は
大昔のおぞましい記憶だと思っていたと強調した。なお、この記事の中では触れられてはいませんが、ウクライナの首都キーウ訪問について検討中であるとする記事もあります。これはウクライナ側からローマ教皇に対してぜひとも来てほしいと要望があったからです。なお、ウクライナにおいてはウクライナの国民から支持される形でウクライナ正教会があり、そして親ロシア派の正教会がわずかに残っており、それに加えてカトリックの教会もあります。日本で宗教勢力というと、創価学会や幸福の科学に見られるような、どちらかというと少ない人数でより大きな影響力を得ようとして政治権力志向を持つことがあります。しかし一般国民全体で言えば、このような宗教を基づいた何かの行動を行いますよというのは非常に少ないものです。日本においてはどちらかというと、冠婚葬祭やイベント行事などにおける一つの紐付けとして宗教というものが存在しています。習慣的に宗教施設に通って、そして宗教指導者の声を聞いて、それらの影響をもとにして日々の生活を送る人というのは基本的に日本では少数派でしょう。しかしそれはあくまでも日本における少数派であって、他の国においては宗教の力は非常に強いものがあります。それらは聖典や聖書と呼ばれるようなものによって、その人の行動原理そのものだったりしますし、またその時々の宗教指導者の行というものは非常に重く受け止められ、その人の考え方にも非常に大きな影響を与えるものです。そしてロシアという国においてもこの宗教の力というものは無視することができません。なぜならば、一部の富裕層の人たちはこうした宗教の影響は少ないでしょうが、一方においてロシアにおいては特に貧しい地域といったものも非常にたくさんありますから、それらの人々の心の支えは何といっても宗教なのです。人々の考え方に影響するものとしてメディアがあります。プーチン大統領の考え方に基づいてメディア報道は全て統制されているわけで、そのためにテレビをつければ常にプーチン大統領の主張に基づいた話しか行われていません。独立系のメディアというものはほぼ今では機能停止していますし、またインターネットで自分で情報を取るというのは残念ながら国民の大多数ではなく一部の人にとどまっているのが現状です。そして自分で情報を取ることができれば、現在のロシアは非常にまずい状態になっていることがわかるために、財閥系で大きな資産を築いているような人たちはいち早く海外へと脱出し、また情報を自分で取る人たちにおいても、特に IT 系の高度技術者などは積極的に海外へと脱出を図っています。逆に言えばそのような自分で情報を取ることもできないし、また政治状況のその内部について触れる機会のない人たちというのはどうしてもそうしたガンガンと流されるプロパガンダに汚染されますし、またそのような形に従う形で啓蒙活動をしている宗教からの声というものを、やはりこれらプーチン大統領の思想を浸透させる役割を持っています。ロシア軍によるウクライナ侵攻その最初の頃においては、プーチン大統領やもしくはロシア側の発表としては、ウクライナの一部にネオナチがいる、その一部に過ぎないネオナチが政権に食い込んでいて、これらを排除すればウクライナはすぐにロシアに従順な国に作り変えることができると宣伝されていました。しかし実際本格的な侵攻を行った際には、そもそもロシアによる支配を拒絶する人たちがたくさんいるからこそ、非常に頑強な抵抗を受け、現在でも戦線はロシア軍の思ったようなほどにはうまくはいっていません。そのために現在のプーチン大統領はもしくはキリル総主教が言っていることというのは、ウクライナの多くの人たちはナチズムに汚染されているという話をしています。ですからここで出てくる話というのは、従来のナチスという概念ではなく、あくまでも反ロシア思想、ロシアの支配は受け付けませんよ、ウクライナは独立国としてウクライナ人は自分たちでやっていくんだという考え方そのものについて、プーチン大統領はもしくはキリル総主教はこれらが悪しき思想である、ナチス思想であると名付けているわけです。私は日本人ですから、そのような全体の環境を見れば、プーチン大統領の言っていることこそが、彼は今はナチズムに染まっていると考えます。ですから、プーチン大統領がナチスと言って、ウクライナを非ナチ化しなければならないという話を聞けば聞くほど、プーチン大統領こそナチスなのになと思うわけです。しかし、政治権力者であるプーチン大統領と宗教権力者であるキリル総主教ががっちりと手を組み、思想汚染をロシア国内に広げている以上、この悪影響というのは非常に長期間にわたって多くの人々を戦争は正しいことだと認識し続けることとなります。このような政治背景や宗教背景というものを合わせて理解することができれば、
ロシア軍がなぜウクライナにおいて残虐な行為というものを平然と行えることができるのか、軍はなぜそのようなことを全く止めることもなく、むしろそれを基本戦略に据えてしまうのか、その背景を理解することができると思います。彼らは常にロシアの支配を受けない人たちに対しては、これは全て敵であるという具合にして、それらを全て排除すれば、残っているのはロシアの支配を受け付ける親ロシア派住民だけになる。そのような人たちを支配すれば何の問題もないと考えているからこそ、今のような様々な惨状がウクライナに出てしまうのです。以上、今回の動画というのは、決して目新しいニュースがあるわけではなく、どちらかというと、これまで様々な断片的な情報が出てきていたロシア軍によるウクライナ侵攻、その背景として、宗教の影響はきっと大きいだろうと考える、そのことを皆さんに伝える動画でした。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。